1995年、全米の電気店ではマイクロソフトの新 OS、Windows 95のパッケージが山積みになっていた。青いボックスに印刷された4色の窓のロゴが店舗の蛍光灯の下で光る。発売日にはサーキットシティやコンプ USA の店舗前に長蛇の列ができた。まるで未来への入場券でも買い求めるかのように、マイケル・ジョーダンが3月に発表したわずか2後のプレスリリース、I'm Back はナイキの株価を急騰させ、シカゴの街全体に魔法をかけたかのように経済効果をもたらしていた。薄暗い映画館では、観客が古びたベルベットのシートに深く沈み込み、モーガン・フリーマンの低い声が暗闇に響くたび、誰かが息を飲む音が聞こえる。デビッド・フィンチャーが描く連続殺人の映像は、バターの焦げたポップコーンの匂いを、腐敗した肉の匂いに錯覚させた。4月にはオクラホマシティで悪夢が現実となった。テロ事件で168人が死亡。ビル・クリントン大統領は現場を訪れ、傷ついた国民の前に立ち、テレビという現代の説教団から全国に向けて声を上げた。Let us let our own children know that we will stand against the forces of fear. When there is talk of hatred, let us stand up and talk against it. When there is talk of violence, let us stand up and talk against it. In the face of death, let us honor life. As St. Paul admonished us, let us not be overcome by evil, but overcome evil with good. 一方、大統領の故郷、アーカンソー州の片隅にあるアルマという小さな町では、人々は相変わらず小さな幸せに満足していた。リトルリーグの野球場で響くのはテロの轟音ではなく、息子の打席を応援する父親の声であり、娘の好プレーに拍手を送る母親の歓声。ここはアメリカの両親が最後に避難する場所、そんな風に見えた。オザークの山並みを背景に、夕日が最後の光を投げかける中、照明が一つ、また一つと灯り始める。観客席には6歳の少女モーガン・ニックが母コリーンの傍らで、小さな足をブラブラと揺らしながら試合の行方を眺めていた。だが、小さな子供にとって、夏の夜は野球よりも魅力的な遊びで満ちているものだ。友達が駆け寄ってホタルを追いかけようと誘うと、モーガンの瞳は途端に輝きを増した。まあいいでしょう。少女の問いかけに、母親は躊躇しつつもうなずいてしまった。日が完全に沈み、球場に灯った明かりが、少年たちの白熱する試合を照らし出していた。モーガンは駐車場を出て少しの原っぱで、友人たちと楽しそうに走り回っていた。それがコリーンが娘の姿を目にした最後の瞬間だった。そして、彼女は消えた。静かな夏の夜は、突如として母親にとって生涯忘れられぬ悪夢の季節へと変貌した。彼女の悲痛な叫び声は闇に吸い込まれ、宵闇の中では無数のホタルだけが、ゆらゆらと舞い続けていた。アーカンソー州西部、オザーク高原の南端に位置するアルマは、のどかで人々の暮らしがゆったりと流れる、人口約4000人の小さな田舎町だった。町を優しく見守るように、オザーク山脈の緩やかな尾根が遠くに霞み、まるで眠りについた巨人の背中のように横たわっている。週間高速道路40号線と49号線が交わる交通の要所でもあったが、それでも都市の喧騒とは無縁の静かな場所だった。町の誇りは、世界のほうれん草の首都という称号だった。アレン缶詰会社が全米のほうれん草の半分以上を加工し、年間6000万ポンドもの緑の野菜を金属の棺桶に詰め込む。町の中心部には、セーラー服を着た一つ目の男、ポパイの像が立っている。毎年4月にはほうれん草祭りが開かれ、地元の人々が素朴で温かな笑顔を交わす。住民の多くは食品加工工場で働き、工場の煙突から立ち上る白い煙は、町の人々にとって安定した雇用の象徴だった。アルマ湖の澄んだ水は町の水道を潤し、周囲には田園風景が広がり、四季折々の表情を見せていた。住宅街には学校や教会が点在し、家族連れが安心して暮らせる環境が整っていた。モーガン・ショーンテルニックは1988年9月12日、遠く西ドイツの地で最初の息を吸った。
父ジョン・ニックが軍務についていたため海外での出生となったが、その後はアーカンソー州の豊かな自然に囲まれてジョンとコリーン夫妻の長女として健やかに成長していった。弟ローガンと妹タリンとは年も近く、モーガンは幼いながら面倒見がよく、特に妹が生まれた時には大喜びした。内気で控えめな性格の彼女は見知らぬ人に自分から話しかけることはほとんどなく、心を許した相手とだけ深い絆を築く傾向があった。彼女は動物、とりわけ猫が大好きだった。保護施設から引き取った子猫を宝物のように可愛がり、毎晩自分のベッドで一緒に眠っていた。ガールスカウトにも所属していたが、走り回るよりは静かな遊びを好み、汗をかくことを嫌った。バブルガムが大好物で、それを主食の一部だと本気で信じている節があった。6歳の子供らしい、無邪気で愛らしい勘違いだった。彼女は将来の夢を聞かれると、決まってサーカスのパフォーマーとお医者さんになりたいと話した。一見相反するような職業だが、彼女の中ではどちらも人を幸せにする仕事として映っていたのかもしれない。両親の結婚は表面的には幸福そうに見えた。しかし人間関係というものは見た目ほど単純ではない。次第にすれ違いが生じ、モーガンが6歳を迎える頃、静かにその関係に幕を閉じることになった。ただしそれは穏やかな別れだった。争いも怒りもなく、ただ人生の道筋が違う方向を向いていただけ。別れがいつも悪意に満ちているわけではない。離婚後、モーガンは母コリーンと暮らしたが、父ジョンとの関係は良好に保たれていた。地域の人々は彼を思いやりのある父親として記憶しており、ジョンとコリーンが離婚した後も2人が子供たちのために協力し続けていることを知っていた。1995年、モーガンは6歳だった。数ヶ月後に小学校の門をくぐる前の穏やかな予感の中で、彼女は初夏の日々を送っていた。そして6月9日がやってくる。平穏で何の変哲もない街あるまで、運命を変える野球の試合が始まろうとしていた。6月9日の金曜日の夜、親子がアルマの野球場へ出かけたのは、家族ぐるみの友人からリトルリーグの試合観戦に誘われたことがきっかけだった。コリーンとモーガンは野球観戦の経験がなかったが、母親は娘も楽しめるかもしれないと考え、出かけることを決めた。母コリーンにとって、幼い娘との女の子同士の夜更かしは初めての経験で、2人にとって特別な女子会の夜となるはずだった。ウォフォードベースボールフィールドは自宅から30分ほどの距離にあった。夕日がオザークの丘に沈みかけ、空が血のような茜色に染まりゆく頃、母と娘は球場へと向かった。試合開始は午後8時。球場にはすでに地元の家族連れが大勢集まっており、観客席からは子供たちのプレーを見守る親たちの穏やかな歓声が聞こえていた。2人は混雑の中を慎重に歩き、なんとか並んで座れる席を確保した。試合が始まって間もなく、モーガンの友達である8歳のジェシカと10歳のタイが観客席にやってきた。一緒に遊ぼうよという誘いに、モーガンは最初、ママのそばにいると断った。だが6歳の子供にとって、野球の試合は永遠に続くかのように感じられる退屈なものだった。次第にモーガンは飽き始め、靴紐をいじったり、小さな足をブラブラ揺らしたりしながら周囲を眺めていた。試合が終わりに近づいてきた午後9時30分頃、ジェシカとタイが再び声をかけてきた。近くの原っぱにホタルを捕まえに行かない？ホタル、6月の夜の魔法。子供たちにとって、それは抗いがたい誘惑だった。モーガンは母親を見上げた。ママ言ってもいい？コリーンは最初のと答えた。だがモーガンと2人の友人はしつこくねだった。友人たちは普段からその原っぱで遊び慣れているのだという。コリーンはついに根負けし、自分の良識と母親としての警戒心に反して許可を与えてしまった。ここから見えるところで遊ぶのよ、と念を押して娘を送り出した。モーガンは大喜びで母の方にキスをすると駆け出していった。コリーンは不安を抱えつつも、空き地は観客席から見渡せる位置にあったため、試合を見ながら時折そちらを確認していた。後の証言によれば、少なくとも3、4回は娘の姿を確認し、安心していたという。
やがて試合が終わり、選手たちが家族に挨拶をしに観客席へやってきた。コリーンはその微笑ましい光景に一瞬気を取られ、ほんの数分だけ娘から目を離した。午後9時45分。ふと気づいて子供たちのいる方向を振り返ると、ジェシカとタイだけが観客席に戻ってきていた。コリーンは即座に問いただす。モーガンは。ジェシカは平然とした表情で答えた。車のそばで靴に入った砂を出してたよ。でも気づいたら、モーガンだけいなくなっちゃった。ジェシカとタイの説明によると、3人は靴の中に入った砂を払っていたが、モーガンは2人から約20メートル離れた車のそばで、それを行っていたという。どの車だったか尋ねると、はっきりわからないけど、多分コリーンの車だと思う。とジェシカは答えた。途端にコリーンは心臓が激しく鼓動を打つのを感じた。自分の車日産スタンザは、そこから見える場所に止めてあり、モーガンがいないことは一目瞭然だった。彼女はパニックになりながら駐車場へと駆け寄り、車の中を覗き込み、座席の下やトランク、さらには車の下にまで目を凝らした。しかし娘の姿はどこにも見つからない。コリーンはその時の恐怖をこう振り返っている。彼女たちは全く動揺していないようで、モーガンは車のところで靴の砂を出していると言いました。モーガンが見えなくなった時、私の心臓は本当に早く打ち始めました。私たちは初めて来た場所にいました。彼女は一人でどこかに行くような子ではありません。そもそも行く場所すらありませんでした。売店もなければ、トイレもなかったんです。すでに駐車場には人影がほとんどなくなり、帰宅する車のヘッドライトだけが闇の中を静かに横切っていた。とても小さなフィールドで、とても小さな駐車場。そこに娘がいないことは一目で分かりました。帰宅する車が次々と動き出す中、私は必死で思っていました。みんな、少しだけ待って、動かないでいてくれれば、きっと娘を見つけられると。その時、異変を察知した野球チームのコーチが駆け寄り、子供たちに問いかけた。原っぱで君たちだけで遊んでいたのか、他には誰かいなかったか。子供たちは少し躊躇した後、気味の悪い男が近くにいて、声をかけてきた、と答えた。さらにそのそばには赤いピックアップトラックが止まっていて、その車はモーガンがいなくなった頃に走り去ったとも証言した。異常事態だと判断したコーチは、当時まだ珍しかった携帯電話で即座に911に通報した。通報からわずか6分後、午後9時51分には警察が現場に到着し、大規模な捜索が瞬く間に展開された。母親コリーンの人生は、この瞬間からモーガンを失う前と、モーガンを失った後の2つの時代に分かれることになった。夜の闇の中、パトカーのサイレンが響き、赤と青の光が球場周辺を脈打つように照らし出した。駆けつけた捜査員たちは懐中電灯を片手に、子供たちが遊んでいた原っぱから駐車場にかけて、何か痕跡が残されていないか念入りに調べていった。タバコの吸い殻や飲み終えたボトル、犯人が残していったかもしれないそれらを、彼らは一つのこらず回収していった。事件発生当時、母コリーンはまだ25歳前後の若い女性だった。突然我が子が目の前から消えてしまうという想像を絶する衝撃は、彼女の人生を一瞬にして暗転させた。コリーンはその5、6週間もの間、アルマ警察署のすぐ隣にある消防団の施設で寝泊まりした。モーガンが最後に目撃された場所の近くにいることで、何か新しい手がかりが得られるかもしれない。あるいは娘がもしかして戻ってくるかもしれないという、母としての切なる思いだった。コリーンはほとんど眠ることも食べることもできなかった。しかし彼女は警察と共に情報提供の電話に必死で対応し続けた。深夜でも早朝でも、電話が鳴ればすぐに受話器を取り続けた。元夫ジョンには事件直後に電話で連絡。彼はできる限りの協力を約束した。捜査当局は目撃者であるジェシカとタイから不審な男についての聞き取りを行った。男は白人、23歳から28歳ほど、身長約183センチ、中肉からがっしりした体格で、体重約82キロ前後、灰色がかった黒髪を後ろになでつけ、口ひげと顎ひげ、濃い胸毛があり、上半身は裸で、切りっぱなしのデニムの短パンを履き、靴は履いていなかった。
そして男はヒルビリー風の田舎なまりの話し方だったという。他の観客の中にもこの男が子供たちの様子を遠巻きに見ていたと証言する者がいた。男が乗っていたと思われる車両は赤い年代物のフォード製ピックアップトラックで、白いキャンパーシェルが乗せられていた。それはトラックより10センチほど短く不自然に見えたという。キャンパーシェルには明らかな傷があり、車の塗装は色あせて艶を失い、窓にはカーテンのような布がかけられていて、中の様子がうかがえなかった。アーカンソー州のナンバープレートがついていたことは判明したが、残念ながらナンバーを覚えている者はいなかった。その日の試合中、複数の観客家族がホームビデオを撮影しており、捜査官たちはそれらを全て回収し、慎重に解析を進めた。すると証言に一致する赤いピックアップトラックが映り込んでいる映像が発見された。しかしビデオの解像度は荒く、運転手の顔を特定するには至らなかった。これらの目撃情報をもとに、専門の似顔絵捜査官が男の顔をコンポジットスケッチに書き起こした。それは各メディアを通じて公表され、住民の協力が呼びかけられた。警察官と地元ボランティアによる捜索隊が結成され、町の一軒一軒を回って聞き込みを行った。普段は互いのプライバシーを尊重し、静かに暮らしているこの小さな町が、その時ばかりは何か小さな情報でもいいからと、一致団結して必死に行動した。だが誰一人悲鳴を聞いた者も、連れ去られる少女を目撃した者も現れなかった。やがて FBI やアーカンソー州警察も加わり、捜査は一気に規模を拡大していった。町の裁判所はコールセンターとして開放され、FBI は駐車場に移動式の指令センターを設置。通りではモーガンの特徴や失踪時の服装が書かれたチラシが必死の思いで配られ続けた。1995年当時、アメリカにはまだアンバーアラートのような洗練された行方不明児童の捜索システムは存在していなかった。そのため情報伝達はどうしても人海戦術に頼らざるを得なかった。コリーンは娘が行方不明となった直後から自らテレビやラジオに出演し、訴え続けた。まだインターネットも普及していない時代、彼女にできる唯一のことは、自分の声と存在をさらけ出し、ひたすら娘の無事を祈り続けることだけだった。その日を境には各内気だった一人の母親は、愛する娘を救うためなら、どんな苦難もいとわない戦う母へ姿を変えた。だがそれは長く険しい道のりの、ほんの序章に過ぎなかった。幼い子供が突然消えた時、捜査の目がまず家族に向けられるのは悲しい現実だ。モーガンのケースでも例外ではなく、最初に疑われたのは父親ジョンだった。彼には薬物売買や暴行、器物損壊など複数の逮捕歴があり、捜査当局の関心を引いた。しかし調査の結果、この薬物売買はせいぜい個人的にマリファナを転売して、わずかな小遣いを得る程度の軽微なものであり、娘の失踪とは何の関係もないと判明した。当局は比較的短期間でジョンを容疑者リストから除外し、次の可能性へと目を移した。次に捜査の網にかかったのは、ジョンに薬物を供給していたクリフォード・ジョープランという男だった。薬物密売の前科を持つこの男は、モーガン失踪のわずか1ヶ月後に、未成年者への重大な違反で逮捕されていた。警察はこの事件との関連を疑ったが、詳細な調査の結果、プランもまた無関係と判断された。一方で母コリーンは、自分が娘から目を離したために事件が起きたのだと、激しく自分を責め続けていた。メディアや世間の一部からも、母親の不注意が事件を招いたのではないか、という心ない非難が浴びせられた。被害者への二次加害、この社会の最も醜悪な側面の一つだ。娘を守りきれなかった無力感と冷たい視線に耐えながら、それでも彼女はモーガンを取り戻すための懸命な努力を続けた。愛が憎悪よりも強いことを証明するかのように。実はモーガンが消えた日の朝、アルマ市内で不穏な事件が発生していた。6月9日の朝、コインランドリーで4歳の少女が突然見知らぬ男に抱きかかえられ、赤いピックアップトラックに引きずり込まれそうになったのだ。幸いにも母親が娘の悲鳴を聞きつけて即座に駆け寄ったため、男は少女を離して慌てて逃げ去った。その男の特徴や車両は、モーガンを連れ去った犯人の目撃証言と酷似していた。
翌日にはアルマから 24km 離れたフォートスミスで9歳の少女がコンビニエンスストアのトイレに連れ込まれそうになる事件が発生した。少女が抵抗したため犯人は逃げたが、この男の特徴もまたモーガン事件や前日の誘拐未遂事件と驚くほど似ていた。捜査当局は6月9日と10日に立て続けに起きた未遂事件とモーガンの誘拐事件が同一犯の犯行である可能性が極めて高いと確信を深めていった。しかしいずれの事件においても犯人にたどり着くことはできなかった。モーガン失踪から3ヶ月後の8月、アルマ近郊バンビューレンで再び事件が起きた。ドライブインで11歳の少女が赤いピックアップトラックの男に声をかけられ、車に誘い込まれそうになった。男は酒に酔い、卑猥な言葉と金をちらつかせて少女に迫ったが、少女が悲鳴を上げ逃げ出したため、慌てて逃走した。その際にトラックが電柱に激突し、ナンバープレートが落ちたことで男はすぐに逮捕された。犯人は67歳の地元住民、ビリー・ジャック・リンクスという男だった。リンクスの赤い1986年型シボレーピックアップトラックには衝突の痕跡があり、車内からは血痕や毛髪も発見された。しかし当時は詳細な鑑定が行われず、取り調べでリンクスは弁護士を呼び、モーガンについては知らないと供述を拒否した。また、目撃情報で語られた犯人の年齢が20代だったのに対し、リンクスは67歳という高齢だったことから、警察は慎重にならざるを得なかった。結局リンクスは誘拐未遂で起訴され、児童への性的勧誘罪で懲役6年の判決を受けた。モーガンが姿を消す半年前の1994年12月に、フォートスミスで起きたメリッサ・ミッシー・ウィット誘拐殺人事件との関連が一時取り沙汰されたこともある。19歳の女性がボウリング場の駐車場から誘拐され、6週間後にオザーク国有林で遺体として発見された未解決事件だったが、年齢差や動機、証拠の不足から結局連続誘拐説は決定的にはならなかった。誘拐事件の捜査において捜査官が直面するのは事件そのものだけではない。善意を装った虚偽情報や自己顕示欲から生じる悪質なデマが飛び交い、現場を大きく混乱させることがある。モーガンのケースもこうした現象に巻き込まれずにはいられなかった。捜査開始直後から犯人の正体を知っているといった匿名の電話が多数寄せられた。自称霊能力者たちが水晶玉から見えたという根拠のないビジョンを語り、匿名の通報者が自分の罪を軽くする代わりに犯人の名前を教えると取引を申し出る。しかしそれらは全て虚偽情報に過ぎなかった。だがどんなに馬鹿げて見える情報であっても、警察は慎重に精査せざるを得ない。真実の一粒が千の嘘の山に埋もれているかもしれないのだから。こうしたノイズの波の中で、特に捜査陣を混乱させる事件が起きたのは1995年6月下旬。モーガン失踪から約2週間が経過した頃だった。その日、アーカンソー州シュトゥットガルトに住むアルバート・ハービーという男が、アルマ警察署に一本の電話を入れた。自宅の庭で作業をしていたところ、自分のピックアップトラックに侵入しようとしている男を目撃した。捜査官がハービーの証言に注目したのは、その男が幼い女の子を連れていたと彼が言ったからだ。さらにハービーは、その子供がモーガンにとてもよく似ており、男の顔は警察が公表した容疑者の似顔絵と間違いなく一致している、と断言した。この通報を受け、警察はヘリコプターや捜索犬を投入し、現地周辺を大規模に捜索した。しかし時間が過ぎても何の手がかりも見つからず、警察は次第にハービーの証言に疑念を抱き始める。警察がポリグラフ検査を実施すると結果は2度とも虚偽を示し、ハービーは通報が嘘だったと自白した。実際にトラックに侵入した男はいたが、女の子が一緒だったという部分は作り話だったのだ。彼は虚偽通報罪で逮捕された。嘘つきには必ず代償が伴う。捜査陣を翻弄するこうしたノイズは、それ以降も途切れることなく続いた。モーガン失踪から17年後の2012年には、トーニャ・スミスという女がモーガンになりすまし、出生証明書や社会保障番号を不正取得しようとして逮捕される事件も起きた。女はコンピューター詐欺罪で起訴され、モーガンの失踪とは無関係と判明したものの、
その悪質な行動は家族の心にさらなる傷を刻み、捜査の貴重な時間を盗んでいった。やがて捜査資料は山のように積み上がっていき、アルマ警察署のファイルには数千時間にも及ぶ調査活動と1万件を超える手がかりが保存された。しかし、これほどまでに捜査に人手と時間を費やしながらも、確かな真相にはいつまでも手が届かなかった。あの1995年の悪夢のような夜から、季節は幾度となく巡り続けてきた。街の景色は緩やかに変わり、同級生だった子供たちはティーンエイジャーになり、それぞれの人生を歩み始めた。しかしコリーンの時計の針は、あの夏の夜で止まったままだった。朝目覚めるたびに彼女は、娘がいない世界と向き合い、夜になるとまた娘がいない現実を抱きながら眠りにつく。その繰り返しの中で、彼女がただ一つ苦しいほど願うことは、今日こそモーガンが帰ってくる日でありますように、という祈りだった。そして日が暮れて願いが叶わなかった時には、今日は娘に再会できる日へ一歩近づいた、と自らに言い聞かせて、絶望を振り払った。決して希望を捨ててはいけない。この言葉は、モーガン失踪直後、隣町で18歳の娘を殺害された母親から贈られたものだった。この一言が、コリーンをどれだけ支え続けたか。言葉は時として薬にも毒にもなる。そしてこの言葉は間違いなく救いの薬だった。諦めない限り終わりは来ない。その信念こそが彼女に30年もの間、一日たりとも欠かさず娘を探し続ける勇気と強さを与えた。全米失踪被作種児童センターはモーガンの年齢促進画像を定期的に作成し続けている。11歳、16歳、18歳、27歳、そして32歳と、モーガンはデジタルの画像の中でだけ年を取る。現在の画像の中で彼女は30代半ばを迎えた大人の女性の姿をしているが、母の心の中で微笑む彼女はいつまでも6歳のままだ。コリーンはやがて自分と同じ悲しみを抱えた家族と連絡を取り合うようになった。全米失踪被作種児童センターのボランティアスタッフとして活動を始め、互いに情報を交換し、励まし合い、支え合った。そして、同じように苦しむ親たちが全米に数えきれないほど存在することを知った。彼女は一人ではなかった。1996年、モーガン失踪からちょうど1年後、コリーンは娘の名前を冠したモーガン・ニック財団を設立した。この財団は地元アーカンソー州だけでなく、全米各地の行方不明児童の家族を支援する活動へと発展していく。娘を待ち続ける母親の願いはいつしか他の家族の希望を守り、支える使命にまで広がった。またモーガンの事件は、誘拐警報システムの構築にも大きな影響を与えた。1996年、テキサス州で9歳の少女、アンバー・ハガーマンが誘拐され、殺害された事件をきっかけに、アンバー・アラートと呼ばれる早期警戒システムが全米で導入され始めた。その流れを受けて、アーカンソー州でも誘拐警報システムが整備され、それはモーガン・ニック・アラートと名付けられた。アーカンソー州はこのようなシステムを全米で2番目に導入した州となった。さらにコリーンは娘の悲劇を二度と繰り返したくないとの強い思いを胸に、行方不明児童に関する法制度の改善を州や連邦の立法機関に積極的に働きかけ、法律の整備にも大きく寄与していった。しかしどれほど多くの家族を支援し、社会に影響を与えても、コリーンが切実に求めるモーガン本人の行方だけは依然としてわからないままだった。2002年1月、状況を動かすかもしれない出来事があった。匿名の通報者が警察に対し、モーガン・ニックの遺体はブーンビルの私有地に埋められている、と情報を寄せたのだ。その通報内容があまりにも具体的だったため、捜査当局は異例の規模の掘削捜査に踏み切った。重機が運び込まれ、油圧ショベルで地面が慎重に掘り返され、死体探知犬が投入された。だが懸命な捜索にもかかわらず、土地の下には何も見つからなかった。それから8年後の2010年11月には、再び新たな手がかりが浮上した。今度は隣接するオクラホマ州スパイロにある空き家だった。以前その空き家を所有していた性犯罪者が、モーガンを監禁していた可能性があるという新たな証言を得た警察は、
床下や庭の古井戸を中心に徹底的な捜索を実施した。だが結局遺留品も遺体も見つからず、再び虚しい結果に終わった。2017年12月にも追加の再捜索が行われ、死体探知犬が反応したという報告もあったが、具体的な成果はなく、捜査陣は徒労感をかみしめながら現場を後にすることになった。手がかりになりそうな証言や通報に希望をかけては失望する。それでもコリーンと捜査官たちは決して諦めることはなかった。事件は捜査中であり終わっていない。彼らはそうメッセージを発信し続けた。2021年にはこの未解決事件を扱ったドキュメンタリー番組が地元で放映され、大きな反響を呼んだ。特に番組内でこれまで未公開だった赤いピックアップトラックの写真が初めて公表されると、長らく沈黙していた世間の関心が再燃し、300件を超える新たな情報が警察に寄せられた。だが事件は未解決のまま四半世紀を超え、世界はいつしか20世紀から21世紀へと時代を変えていた。歳月がいくら流れても、モーガン・ニック誘拐事件の捜査ファイルは常に誰かの機上にあった。そして2019年、その重いファイルを受け取ったのが、新たにアルマ警察署に赴任してきた警部補、ブレッド・ハートランド刑事だった。彼はこの未解決事件を一から洗い直し始めた。24年間分の膨大な捜査資料を読み漁り、当時聞き取りを行った関係者一人一人に再インタビューを行った。やがて、ある証言者の口から、長年忘れられていた一人の人物の名前が浮上した。ビリー・ジャック・リンクスという男を調べてみてほしい。どこかで聞いた名前だった。そう、1995年8月にバンビューレンのドライブインで、11歳の少女を餌食にしようとして捕まった67歳の老人だった。リンクスは第二次世界大戦に従軍した経験を持つ古参兵で、戦後はダラスの航空会社に長年勤務した。調べてみると、この一見平凡な老人には暗い過去が潜んでいた。調査によれば、彼は1992年に幼い少女への性的虐待の容疑で逮捕され、翌1993年に執行猶予付きの有罪判決とカウンセリングの受講を命令されている。そして1995年8月の誘拐未遂事件で、児童への性的勧誘罪で6年の懲役刑を受け服役した。しかし高齢だったリンクスは、服役中の2000年に獄中で死亡していた。リンクスの逮捕時の状況を振り返ると興味深い事実があった。リンクスが少女の誘拐に失敗した時、彼のトラックは電柱に激突していた。モーガンが消えた夜に目撃された赤いピックアップトラックのキャンパーシェルには損傷があったという証言があった。さらにリンクスの近隣住民の証言によれば、彼のトラックには事件の数ヶ月前までキャンパーシェルが取り付けられていたという。また、リンクスが住んでいた場所は、モーガンが失踪した野球場からわずか数キロしか離れていなかった。状況証拠は揃いつつあったが、すでに本人は死亡している。仮にリンクスが犯人だったとして、今更それをどうやって証明するのか、捜査員たちの胸には、当時リンクスを追求しきれなかった忸怩たる思いが渦巻いていた。だが技術の進歩が、その問いに答えを与えることになる。2010年代に入ると、DNA 鑑定技術と遺伝子系譜学という新たな武器が、長年眠り続けていた未解決事件を次々と墓場から引きずり出した。犯罪現場に残された微細な痕跡から犯人の遺伝子の地図を描き、親族の DNA データベースをたどって真犯人に迫る。アーサー・クラークがかつて語ったように、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。まさにそれは眠れる事件に呪文をかける現代の魔法だ。2019年、ハートランド刑事はリンクスが乗っていた赤いピックアップトラックの現在の所有者を突き止めることに成功した。このトラックはリンクスの手を離れ、その後中古車市場で何度も所有者が変わっていたが廃車にされることなく現存していた。この時点で1986年の製造から34年が経過していたのだから、極めて稀なケースと言えよう。現在の所有者は警察の申し出に快諾し、トラックの再調査が実現した。2020年、FBI の科学捜査班はリンクスが所有していたトラックを隅々まで入念に検証した。
シートの隙間やカーペットの奥深く、25年もの間、人目につかず眠っていた微細な物証がついに発見される。回収されたのは、小さな繊維片と、わずか1本の毛髪片だった。FBI 科学捜査官の分析により、繊維片はモーガンが消えた夜に着ていたがあるスカウトの T シャツと一致する可能性が極めて高いことが判明した。しかし毛髪片については毛根が存在せず、従来の DNA 鑑定では歯が立たなかった。この状況を打開するため、2023年、アルマ警察署とアーカンソー州警察は FBI と連携し、最新鋭の DNA 鑑定を行う決断を下す。テキサス州ザウッドランズに拠点を置くオスラム社は、これまで数多くの未解決事件を墓場から蘇らせてきた。これらの技術は、数多くの未解決事件を墓場から蘇らせてきた。2023年12月、リンクスのトラックから採取された毛髪片がオスラム社へと送られた。同社の科学者たちは最新の技術を用いて、かすかな毛髪片から DNA プロファイルを構築することに成功した。しかし DNA のプロファイルを得るだけでは十分ではない。それが誰に由来するのかを突き止めることが最も重要だった。リンクス本人はすでにこの世を去って久しい。死者は語らず、比較すべき DNA サンプルも存在しない。そこで捜査チームは母コリーンに協力を依頼。彼女が提供した DNA サンプルと発見された毛髪の DNA プロファイルを照合するという戦略を取った。解析チームが毛髪由来の DNA プロファイルとコリーンの DNA を照合したとき、科学は一つの事実を告げた。その毛髪の持ち主は間違いなくコリーンの子供のものだった。つまりその毛髪の持ち主はコリーン・ニックの娘、モーガン・ニックに間違いなかった。コリーンとその家族は当然ながらリンクスとは面識もなく、彼の車に乗ったことなど一度もない。すなわち、1995年6月9日のあの夜、6歳のモーガン・ニック本人がこのトラックに強制的に押し込まれていたという疑いようのない物証が29年の時を経て明らかになったのだ。24年間も所有者が次々と変わり続けたトラックの奥底に、これほど重要な証拠が残存し、それを分析できる時代が訪れるとは、当時の捜査陣には想像もつかなかっただろう。この画期的な鑑定結果は、2024年10月1日、正式にアルマ警察署へ報告された。同日、アルマ警察は即座に記者会見を開き、待ち構えた報道陣の前でジェフ・ポインター署長が語り出した。You'll recall that Morgan was kidnapped from a parking lot of the Alma Little League ball field, just about a block away from here, around 10:45 p.m. on June the 9th, 1995. A suspect description was provided, as was a description of a red truck with a white camper shell that was allegedly involved. Since then, we, along with allied local, state, and federal law enforcement officials, have spent thousands of hours working more than 10,000 leads in this case. The bottom line in this is that the physical evidence collected from the truck that Lynx owned when Morgan was abducted strongly indicates that Morgan had been in this truck. Billy Jack Lynx died in the year 2000. I think the most important thing here is Morgan is still missing. But we've reached a point where we can concentrate on one suspect to determine the circumstances surrounding Morgan's abduction. How was she taken from the ball field? What happened next? Did Lynx have help in abducting Morgan or concealing his crime all these years? And where is Morgan now? I can tell you today that this investigation is not over. It is ongoing and active. In the wake of this development, we're working to expand our understanding of Lynx and his activities. This is where we need your help. We ask that every member of the public who might have information that can help answer these questions, contact us. ビリー・ジャック・リンクスが明確な容疑者として判明し、モーガンの誘拐事件は大きな前進を見た。しかし解くべき謎はまだ残されている。事件の核心はまだ分かっていない。モーガン誘拐の経緯や、彼が単独犯だったのか、共犯者がいたのか、そして最も重要なこと、モーガンの行方だ。リンクスは2000年にこの世を去っているため、直接の事情聴取はかなわない。警察はリンクスの関係者から話を聞き、
彼が当時よく出入りしていた場所や所有していた土地などを洗い直している。実際、リンクスに関連するとみられる複数の場所で、当局が土地の掘削を行ったという報道もある。また、リンクスはテネシー州やオクラホマ州にも所縁があったとされ、広域的な視点でモーガンの遺骨捜索が検討されているとも伝えられる。アルマ警察は事件がなお継続捜査中であり、モーガンに関するどんな些細な情報でも提供してほしいと呼びかけている。ここまでご覧の皆さんの中には、ある一つの大きな疑問が浮かんでいるかもしれない。事件当時、目撃者たちが報告した容疑者は23歳から28歳ほどの若い男だった。しかしビリー・ジャック・リンクスは、事件発生時に67歳という高齢だった。いくら薄暗い夜とはいえ、ここまで年齢を見間違えることがあり得るだろうか。これは実際のところ、大きな矛盾である。多くの子供が大人の正確な年齢を言い当てることについて不得手なことは否定しない。しかし彼らは一定の尺度を持っている。パパやおじいちゃんという身近な基準が、またリンクスの写真を見る限り、彼は若く見えるタイプの老人ではなかったようだ。はげ上がった頭、分厚い眼鏡。彼の姿は子供の目に、明らかに老人として映ったはずだ。ここから先は、リスカバズのソース至上主義の趣旨からは少しそれるかもしれない。事実と憶測の境界線上を歩くことになるが、特定の説を事実だと言っているわけではない。しかし時として物語は、不完全なパズルのピースでしか語れないものだ。ビリー・ジャック・リンクスには、アンディという息子がいる。このアンディという人物は、2011年2月22日、ある女性の自宅に侵入し、強盗と性的暴行を犯して逮捕されている。被害女性のルームメイトが叫び声を聞きつけて通報したため、さらなる悲劇は防がれたが、この事件で彼は懲役10年の刑を受け、再犯の危険性が中程度と評価される性犯罪者として、生涯にわたって登録されている。ここまでは事実だ。そして、モーガンの誘拐事件が起こった1995年当時、アンディは26歳だった。これも事実。アメリカのオンライン掲示板では、もしかするとアンディが父親の犯行を手伝ったのではないか、という議論がされている。これは推測だ。もう一つ、リンクスが1995年にドライブインで誘拐未遂事件を起こしたとき、彼は酒に酔っていた。そして息子のアンディも、2011年の犯行時に同様に酒に酔っていた。これも事実だ。2024年10月の DNA 鑑定結果公表は、モーガンの家族と支援者たちに計り知れない衝撃と悲しみをもたらした。30年もの間、犯人の正体すら分からずに戦い続けてきた家族にとって、その名前が明らかになった意義は大きい。しかし同時に、DNA が示した現実は残酷なものでもあった。コリーンは DNA 結果は非常に胸が張り裂ける思いだった。私たち家族に残されていた最後の希望の一片が奪われてしまったと語っている。誘拐犯が特定されたことで、モーガンが生きて戻ってくる可能性は限りなくゼロに近づいた。長年どこかで娘が生きているかもしれないと信じてきた家族の心に、辛い現実が突きつけられた瞬間だった。しかしそれでもコリーンは言う。まだモーガンがどこにいるのかわからない。見つけ出して、本来あるべきところに安らかに眠らせてあげたい。犯人の名が判明した今でも、家族の戦いは終わっていない。夕暮れの球場に舞う蛍火。その光を追いかけて駆け回る子供たちの笑い声。そんな平凡で美しい情景が、一瞬にして悪夢に塗り替えられたあの日から、30年という歳月が流れた。アルマの町では今でも毎年、蛍の飛ぶ季節になると、モーガンの名を冠した集いが開かれている。かつて彼女が駆け回った球場に、再び子供たちの明るい笑い声が響き渡り、無数の蛍が瞬く光景は、あの日から何も変わっていないようにも見える。しかしそこに、モーガンの姿はない。コリーンは今も娘の名前を呼びかけ続ける。モーガン、必ずあなたを家に連れ帰る。その決意は、娘が消えたあの日以来、一日たりとも揺らいだことはない。モーガン・ニックという一人の少女の存在は、社会を大きく変え、多くの子供たちの安全を守る象徴となった。彼女の名を冠した警報システムが発動するたび、そして彼女の名前を掲げた財団の支援で新たに救われる家族が現れるたびに、
モーガンの心はどこかで確かに生き続けているのだと感じることができる。You know, there have been an army of supporters and advocates and heroes who have rallied to uncover the truth about Morgan's disappearance, and you see those people here in this room today. And what I have to say about Billy Jack Links is that he stole Morgan from me. He stole her from her dad. And he stole her from Logan and Taryn. But he didn't see that he could never win. Because our love for Morgan, her memory and her voice outlasted his life. And that love continues to shine. Her heart, Morgan's heart, shines on. そう、勝ったのは決して憎しみではない、愛だったのだ。善が悪に打ち勝ったのだ。今なお、モーガンは見つかっていない。しかし、希望の火は消えていない。家族と支援者たちは歩みを止めず、モーガンを家に連れ帰るその日まで探し続けている。宵闇に舞う蛍火は、彼らの足元を優しく導くように、静かに光を灯し続けている。蛍の光は短い。だが、その光は毎年必ず戻ってくる。蛍がいつかモーガンの元へたどり着きますように。いつの日か、モーガンとコリーンの物語が安らぎとともに完結することを信じて、その日まで。You know, she's my child, and it's my job to fight for her, and I love her more than anyone else. Quitting is not an option. We hope that that's the end result, to be able to bring Morgan home. 最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が興味深く、心を動かされたと感じていただけたなら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録をしていないという方は、この機会にぜひチャンネル登録をお願いいたします。